BTS を率いるリーダーといえば RM。メンバーやアーミーのことを一番に考えてくれる RM は、BTS になくてはならない大切な存在です。ワールドスターのリーダーという大きな重責を担う RM ですが、頭脳明晰なだけでなく人柄も謙虚。そして、誰よりも、思慮深い RM は、知れば知るほど尊敬できる愛おしい存在です。今回は、BTS を支え続ける売りリーダー RM に迫ります。RM の人柄の良さがわかるエピソード。リーダーは前で引っ張っていくのではなく、後ろで押してあげるものだよ。これは RM が後輩エンハイフンのジョンウォンにかけた言葉です。初めてリーダーに選ばれて困惑していた時に RM が声をかけてくれたそうで、この言葉はいつも頭の中にあって心に刻んでいますとジョンウォンが明かしました。この一言には RM の人柄がとてもよく表れています。RM はリーダーという肩書きだけでなく、ワールドスターである BTS を率いる器量を持った人物です。しかし、当の本人は、僕は立派なリーダーではありません。メンバーが僕を立派なリーダーにしてくれていますと語る謙虚な人柄。面倒に思うことやプレッシャーに感じる時もあります。でも、メンバーがそれを認めてくれて、よく頑張ったって言ってくれるから、僕はリーダーを続けていられます。僕が努力してきたこと以上に、僕の苦労を分かってくれるメンバーがいるから、それだけで十分です。BTS の四男 RM は、ヒョンラインの中ではマンネです。BTS は、仲が良いグループとはいえ、上下関係の厳しい韓国で、リーダーに決まった当初は、おそらく思うところもあったでしょう。しかし、グループの精神的支柱を担った長男のジンをはじめ、シュガや J-HOPE に支えられながら、時にはマンネラインと共に飾らない姿で過ごしてきた RM。自分を支えてくれるメンバーのことを誰よりも思う RM は、温かい支援型のリーダーです。そして、頭脳明晰な RM はとても思慮深く、彼の生み出す言葉は大切なことに気づかせてくれます。名言が生まれる瞬間は、コンサートやインタビューなどのコメントであったり、BTS の楽曲であったり、メンバーだけでなくアーミーのことも気遣ってくれる RM の言葉は、優しい愛情に包まれています。励まされたり救われたりするアーミーも多く、中には名言集を出してほしいとの声が上がるほど、それほどまでに多くの人の心に残る RM の言葉の数々。RM が人を思いやる温かい心の持ち主だからこそ、それらの言葉が生まれるのでしょう。それでは、アーミーからも、私たちのリーダーと慕われる RM の人柄が伝わるエピソードを見ていきましょう。思慮深い RM のことは、知れば知るほど虜になってしまうこと間違いなし。メンバーを守る RM。これまで BTS はメンバーではなく、一部スタッフの対応について何度も問題視されることがありました。もちろん親身になってメンバーを支えてくれている素晴らしいスタッフも大勢いますが、残念なことに不祥事が発覚したのは一度や二度ではありません。問題となるのは、新曲やスケジュールなどの情報流出や盗撮、さらには社用車の個人利用など多岐にわたります。事務所も大きく成長していくにつれて、その形態が変わり、完璧に管理するのが難しいのかもしれませんが、だからといって許されることではありません。何か起こるたびにショックを受けるメンバーもいるでしょう。本来身内であるはずのスタッフの問題行為は、メンバーの活動や心身に支障をきたすのではないかとアーミーから心配されています。ただでさえ多忙なメンバーですから、少しでも休まる場所を確保してあげてほしいですよね。過去に起こったスタッフによる問題は、目に見えないところだけでなく、配信した動画が物議を醸すことも、ジミンとジョングクを撮影していた動画には、おい、キムテヒョン。ふざけるなよ、今日はやらないって言っただろうなどと、テテを責めるような音声が入り込んでいたこともありました。テテの姿は映っていなかったため、
詳しい状況はわかりませんが、これだけ聞くと責められているかのように感じてしまいますね。他にも、メンバーへ皮肉めいた言葉を投げかけるスタッフに、痺れを切らした RM が一喝したことがあります。謙虚な RM は、日頃からスタッフへの配慮も忘れません。スタッフの力があってこその BTS だと理解しているはずです。しかし、このようにスタッフによる不祥事やメンバーを傷つけるような発言があれば、リーダーとして毅然とした態度で対処しています。なかなかできることではありませんね。無礼な質問でも言葉を選び BTS を守る RM。今や世界規模に成長した BTS は大きな影響力を持っています。その影響力を全行に駆使していることでも有名ですが、中には失言を誘うような悪意のある質問を投げかける記者も存在します。時には何気なく発した言葉でさえも不本意な意味を付与されてしまうことも。もちろん、そこに本人たちの意思は反映されません。それだけ注目を集めるグループの代表としてマイクを握るリーダーの苦労は計り知れませんね。思慮深い RM はいつも考え込むように話していますが、自分たちの発する言葉の重みを分かっているため、慎重に言葉を選んでいるのでしょう。頭の中を高速で様々な思考が駆け巡っているのかもしれません。ビルボード誌のインタビューでは、操作して1位を獲得したという主張がありますが、それについてどう思われますかと、無礼な質問を投げかけられたこともありました。世界で最も権威のある音楽チャートビルボードで、ダイナマイトから始まって、K-POP 初、アジア初と、次々に快挙を成し遂げてきた BTS。しかし、そんな活躍とは裏腹に、一部からは操作疑惑なども浮上していました。ビルボードでは様々な採点基準が設けられていますが、バターに関してはストリーミングよりも CD による売り上げが大きく、そしてその大半が BTS の公式オンラインストアから購入されたものでした。さらにオンラインストアでは購入に関する枚数制限なども設けられていなかったため、アーミーによるランキング操作なのではないかと一部から主張が上がったのです。そんな中で発せられたこの質問には明確な悪意があるように感じます。明らかに失礼な質問ですよね。しかし RM はもっともな質問ですと一度肯定した上で続けます。しかしもしビルボード内部で1位を獲得する基準について議論がなされているのであれば、ルールを変更して、ストリーミング再生回数に比重を置くかどうかは彼らが決める問題です。実際の売り上げとダウンロード数で1位を取った僕たちやファンを非難することが正しいこととは思いません。僕たちが K-POP のボーイズグループで、ファンたちの貢献度が高いから、ターゲットにされやすいだけだと思います。皮肉などで返すのではなく、冷静に真摯な姿勢で対話を続けた RM。まさにアーミーが言いたいことを代弁してくれた形でした。しかも、アーミーへの配慮も忘れていません。痺れる回答ですね。RM の回答には、ただ賢いだけでなく、対等に渡り合いながらも誠実に答えていることが伺えます。そして、いつでも自分が大切にしているメンバーやアーミーのことを思っていることが言葉の端々から感じ取れますよね。だからこそ RM は BTS のリーダーなのでしょう。一般の友人を大切にしている RM。そんな RM はメンバーだけでなく一般の友人も大切にしています。あまりにも有名になってしまった彼らが一般の友達と以前と同じように付き合っていくことは簡単ではないはず。RM 自身も以前一度疎遠になってしまった友人について語ったことがあります。RM は時が経ってから再び連絡を取り合うようになった友人が数人いると明かし、なぜ自分に連絡してこなくなったのか彼らに尋ねたそう。すると友人たちは名声を得るために連絡してきたと思ってほしくなかった。
そんな友達になりたくなかったと答えました。友人からするとそう感じてしまうかもしれません。大切な友人だからこそ、これまでの関係を壊したくなくて、身動きが取れなくなってしまったのでしょう。RM は、友人まで、思慮深くて素敵な方ばかりなのですね。自身の活躍によって起こった友人との変化に気がつかなかったという RM は、連絡を取りたいと思った時に躊躇していたなんて、僕は知りませんでした。その気持ちに感謝しながらも、申し訳なく思いました。僕から手を差し伸べるべきだったことに気がついたのですと明かしています。友人をより大切に思う一つのきっかけになったのかもしれませんね。そんな RM は、時間を見つけては、美術館巡りをメインとした旅行を楽しんでいる姿が印象的です。インスタグラムでたくさんの写真を共有してくれていますよね。その多くは、一緒に旅行に訪れた友人が撮っていると言われていて、どれもアーミーの心をつかんでいます。本当に素敵な写真ばかりです。友人目線で捉えられた RM の姿は本当に自然体で、そこには BTS のリーダーではなく、キム・ナムジュンという一人の青年が写っています。RM 自身も自分らしくいられる友人と過ごせる貴重な時間を大切にしているのかもしれません。メンバーが泣いていても涙を流さなかった RM が防弾会食で涙。いつも BTS やアーミーを思い、リーダーとして大きな重責も背負ってきた RM。普段はあまり涙を見せない RM が世界中で話題となった2022年の防弾会食では涙ながらに胸の内を明かしています。韓国でまだ無名の小さな事務所からデビューを果たし、9年間走り続けてきた BTS。RM の才能に惹かれたパン PD によって導かれるように集まった7人。RM はリーダーとしても懸命に走り抜けてきました。しかし、あまりの忙しさに BTS というチームを見失ってしまいます。物理的にスケジュールをこなすばかりの日々に立ち止まって熟考する時間は与えられず、これまで歌詞に込めてきた伝えたいメッセージさえもわからなくなってしまいました。音楽を通して人々にメッセージを伝えることを生きがいとしてきた RM にとってどれほど辛いことだったでしょうか。これからチームとして何を発信すればいいのか、どう成長していけばいいのか、思慮深い RM は考える時間を持ちたいけれど、現実にその時間はありません。今では音楽以外のことも精力的に活動していた BTS のリーダーとしてあまりに大きな重責を担ってしまっていたのかもしれません。会食中、しきりに申し訳なさそうに言葉を紡いでいた RM を見て胸を痛めたアーミーも多いと思います。できる限り涙を見せないこともそうですが、そういった小さな責任感も積もり積もったのかもしれません。決して聖人のように完璧でなくていいのですが、RM はいつだって BTS やアーミーのためにあろうとしてくれていました。目を閉じたり、眉間にシワを寄せたりしながら懸命にこらえていましたが、胸の内を明かすとともにこぼれ落ちる涙。涙とともに RM が背負っていたものも流れ落ちてはくれないものでしょうか。僕がやりたいこと、ただ守りたいことは、共にステージに立つこと。それから、こうして一緒に食事するときに幸せに話せること、幸せに何かできること、それが僕のすべてですと言葉を詰まらせながら絞り出すように語った RM。それは世間で報道されている活動休止という4文字では表せない、計り知れない彼の本心です。どうかこれ以上自分を責めることなく、自分の時間も大切にしてほしいですね。これまで秘めてきた本心を7人が揃う防弾会食という場で少しでも明かしてくれたことは、彼らが進む未来にとってプラスの方向に進むのではないでしょうか。ソロ活動でもまた新たな RM に出会えるかもしれませんね。まとめ。今回は
思慮深い BTS のリーダー RM についてご紹介しました。日頃から謙虚な姿勢で BTS を支える RM はマンネラインのように目立つ存在ではないかもしれませんが、彼がリーダーでいる意味はとても大きなものだと感じます。スターとしても一人の青年としても魅力的な RM。これからはあまり自分を追い込むことなく、RM らしく、BTS らしく活動を続けてほしいですね。